ダムに来ています。これから日本から母が来て、2人でヨーロッパを旅行します。イタリアーナを頼んでフォカッチャ屋さんのフォカッチャを食べます。チーズとトマトと生ハム入ってるやつ。かなりボリュームあります。今私はイタリアのフィレンツェに来ています。そうというのも母がヨーロッパに遊びに来たので、少しだけなんですけど今まで行ったことない国に遊びに行こうということで、フィレンツェ、アムステルダム、コペンハーゲンに行きます。で今ね、泊まってるフィレンツェのホテルがニュメロベンティっていうアーティストレジデンシーなんですけど、本当に美術館の中に泊まっているようですごく素敵です。今回このホテルに泊まりたくて泊まるっていうのが一番の目的でフィレンツェに来ました。でもフィレンツェの街自体が世界遺産らしくって、本当にね、街歩いてるだけでめちゃくちゃ街歩いてるだけでも楽しい街なので、イタリアに来る際はフィレンツェすごくおすすめです。食べ物もパスタを含め私たちに馴染みのあるものが多いので食にも困らないし、街もすごくコンパクトで美しいので、あんまり海外旅行とか慣れてない方でもイタリアはフランスとかよりも来やすいかもって思いました。旅行に来た時動画回そうとか思うんですけど、私結構目で見てそれを記憶に残しておきたいタイプなのもあって、動画とか写真とか撮るの結構忘れちゃって、旅行自体の Vlog みたいなのは全然撮れてないんですけど、そのぐらいね、動画とかに収めるより自分の目で見ていいなと思うものを記憶に残す方がいいなとは思うので、ところどころしか紹介できない動画にはなってしまうんですけど、楽しんでもらえたら何よりです。結局イタリアの後はコペンハーゲンに行ったんですけど、コペンハーゲン楽しくなっちゃって全然動画を回せずに終わっちゃって、一個も動画がないままで旅が終了してしまったので、口頭で楽しかったこととかおすすめのホテルとか話せればなと思っているんですけど、今回コペンハーゲンは泊まりたいホテルがサンダースホテルとノビスホテル、あともう一個ラディソンホテルの3つのホテルに泊まりました。特に良かったのが、ノビスホテルっていうホテルで、とにかく内装もシンプルで綺麗な上に、ホテルのその宿泊に含まれている朝食のクオリティも高くて雰囲気も良くて気に入ったのと、あと何よりも、サウナがあることがもうめちゃくちゃ私にとっては嬉しくて、結構日本だとサウナによく行くんですけど、こっちにいるとサウナといってもハマムっていうもうちょっとスチームサウナに近いようなものしかないので、ああいう熱々の超温度の高いサウナになかなか入る機会がないので、私はもう朝晩そのホテルのサウナを使ってかなり充実したホテルライフをコペンハーゲンでは送りました。コペンハーゲンでいうとみんなカフェ巡りとかをする人が多いと思うんですけど、確かに本当にカフェ雰囲気も良かったり、
クオリティも高くって、私たちも毎日2つぐらい別々のカフェを回ってカフェ巡りしました。有名なのはシナモンロールとかカルダモンロールで、私シナモンロールとか大好きなので、もう毎回毎回食べて、本当小麦取りすぎってぐらい食べまくっちゃったんですけど、いろんなとこ食べ歩くのおすすめです。特に好きだったカフェはリールベーカリーっていうところです。そこはカフェ兼ベーカリーなので、パンだったりブレックファーストとか食べつつコーヒーも飲めるようなところだったんですけど、そこが一番気に入りました。なんかね、1階と2階と2階になっていて、太陽の光がすごくこう差し込んでくるような、朝ごはん食べたりコーヒー飲むのにはぴったりな場所でした。結構観光客の人とかも多くて、ただ地元の人もいるようなミックスされた空間で、なんかこういう雰囲気のカフェいいなと思いながらお茶をしました。コペンハーゲンは自然も豊かで、本当に緑が美しくて、街を散歩するのにぴったりな場所でした。なんかパリみたいなこういう街シティな感じっていうよりかは、もう少しゆったりと時間が流れるような雰囲気がありながら、すごく治安も良くて人も優しくて、こうなんか安全な雰囲気がしたので、感覚としては日本にいるような感じもしつつ、こう安心して過ごせるような場所でした。ね、パリにいるとよく話してるけど、やっぱり結構気を張って普段生活しないといけない部分もあって、パリにいると、こう知らない間に疲れていることが多いんですけど、コペンハーゲンはそんな感じもなく、本当にねのんびりした時間を過ごすことができました。あとちょうど私が行った時は天気が良かったっていうのもあって、太陽の光を浴びながらカフェするっていうのが、テラスでカフェするっていうのがすごく良かったんですけど、基本的に街中は歩きか、あとライム電動自転車も盛んで、結構自転車を使って移動しました。今回初めての北欧だったんですけど、ヨーロッパそれぞれ本当に街並みも景色も人の雰囲気も違うなと思いながら、いろんな国を旅していい経験になりました。最近また伸ばしてた髪を切ってしまいましたけど、このぐらいの方がしっくりきていいかなと思ってます。今回はひろみちゃんに切ってもらいました。ありがとうございます。この前友達に勧められて薬局で買ったこのニュックスのレーブ・ドゥ・ミエルっていうリップ、私も今つけてるんですけど、これ気に入って最近使ってます。トップスセザンヌ、こんな感じのスタイリングで行ってきます。Nico, il devrait nous rejoindre. En gros, il était avec un rendez-vous. 今日はルクソンブール公園でまたピクニックをしています。今日は何を持ってきたかというと、カレーとおせんべいとめっちゃ美味しい。いちごとワインを一緒に飲んでます。みんなが私の作ったカレーを喜んで食べてくれてる。嬉しい。本当に美味しいです。嬉しい。ピクニックしてたら急に天気の大雨になってみんな逃げてます。今日はこの後お友達の誕生日会があって、でドレスコードがピンクか赤だったので、セザンヌのピンクのニットトップスを着ていきたいと思います。この上にジャケットを羽織って行ってきます。